弱めのコンパウンドには弱めのコンパウンド。いや、これと一緒や。WC ワークス TV。いつも WC ワークス TV をご覧いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。Hi guys, it's WC. Thanks for watching my video. このチャンネルでは、誰にでも簡単に車をきれいにできる方法やことをお伝えしておりますので、チャンネル登録お願いします。行くぞ You will do yourself, always to gonna. はい。ということで、今回もですね、前回と前々回に引き続き、初めての車磨きの道具についてお話をしていきたいと思います。前々回の動画で、ポリッシャー、研磨機についてお話をしました。で、前回の動画で、ポリッシャーにつけるバフのお話をしました。で、今回は3回目、コンパウンドですね。研磨剤のお話になります。さあ、行くぞなので、今回の動画は前回と前々回の動画からの続きになりますので、まだですね、以前の動画ご覧になられてない方は先にそちらをチェックしていただくと、より今回の動画の理解も深まるかなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Let's get started. 早速ですね、今日のテーマのコンパウンドについてお話をしていきます。そもそもですね、コンパウンドは何かっていうと、研磨剤なんですね。やるじゃないか。で、コンパウンドはいろんなところで使われていまして、今日お話しするのはもちろん車の塗装面用のコンパウンドなんですが、金属用のコンパウンドがあったり、あとはですね、過去の動画でも紹介していますが、ガラス磨き用のね、コンパウンドがあったり、いろんな磨く対象っていうんですかね、磨くものに合わせたコンパウンドがね、あります。で、一口に車の塗装用のコンパウンドといってもですね、以前に比べて種類が増えてきてるんですね、コンパウンドの。なので、初めての方だったり、まだね、あんまり磨きに詳しくない方とかだと、この種類が多すぎて、どんなコンパウンドを選べばいいのかな。で、どの磨きにどのコンパウンドを組み合わせればいいのかなっていうのを、わからない方がね、困っていらっしゃる方が多いかなと思いますので、今日はその辺をね、ざっくりお話ししていければと思います。よろしく頼む。まずですね、コンパウンドについての考え方なんですが、コンパウンドというのはですね、この液体のね、中に研磨剤っていう、石みたいなものがね、粒子が入ってるわけですね。で、その粒子の大きさによって研磨力の強さだったり、あとはそもそもの研磨剤の目的っていうのが変わってきます。で、コンパウンドは粒が粗いってことは大きいですね。大きければ大きいほど研磨力ですね。切削力とも言ったりしますが大きいと。やるじゃないか。で、反対に粒子が小さければ小さいほど研磨力は落ちます。ですが、よりね、仕上げ向けのコンパウンドになるということですね。ここをですね、まず押さえておいていただきたいなと思います。そこで、一般的に粗い順番から細め、極細め、超微粒子、あとはそれよりもさらに細かいものだと、艶出し用とかね、グロスアップとか読んだりもしますが、だいたいね、こういう風な、呼び方をね、したりします。で、僕が動画で出しているコンパウンドだと、例えば 3M になりますが、DC ですね、ダイナマイトカットとかが細めで、赤のハードワンが極細め、黄色のね、ハード2かが超微粒子に当たるね、コンパウンドになります。で、あとはその下の一番ね、細かいところになってくると、ウルトラフィーナのグロスアップとかが仕上げのところにね、当たるコンパウンドになります。で、以前はね、ここまでの理解でよかったんですね。コンパウンドの種類と覚え方っていうのは。ですが、コンパウンド、進化してまして、開催性と呼ばれるコンパウンドが出回ってます。で、この開催性のコンパウンドっていうのは、ダブルアクションやギアアクション、ポリッシャーと組み合わせることで、特にね、その性能を発揮するんですが、これはですね、どういうコンパウンドかっていうと、一種類のね、コンパウンドが
いろんな粒の大きさのコンパウンドの役割を果たすんですね。やるじゃないか。なんで最初は粒が大きいんですが、こう磨き込んでいくことによって壊されて砕けて、で粒が小さくなっていって仕上がっていくと、仕上げの研磨の役割も果たすという風なコンパウンドになってます。やるじゃないか。なんで最近ですね、そのオールインワンみたいなね、一本で仕上げまで持っていきますみたいなコンパウンド結構多いと思うんですけど、それがね開催制のコンパウンドと思っていただければねいいんじゃないかなと思います。よろしく頼む。なんで僕がね最近の動画で出してるザワンのメサイアですね、それも開催制のコンパウンドに、ね、なります。ただ開催制って言っても一本で本当のこうものすごく粗い初期研磨からこの最後の仕上げの部分までカバーできるかっていうと、それはちょっと実は厳しくて、多分ねパッケージ見ていただければ書いてあると思うんですけど、そこ。例えばなんですけど、そのメサイアだと初期研磨から中間研磨ぐらいまでのイメージなんですね。カラーによっては最後まで仕上げれる場合もあるんですが、イメージは初期研磨から中間研磨までぐらいで、有名なところでいくとエンジェルワックスってあるんですけど、エンジェルワックスのオールインワンは中間研磨から仕上げ研磨までっていう風にパッケージには書いてあります。なので一口にですね開催制といっても本当にね最初から最後までカバーできるかどうかっていうと、それはちょっとね、厳しいところがあるので、その辺は商品のねパッケージを見ていただいて確認していただければいいんじゃないかなと思います。そこ。ちなみに、完全に宣伝になるんですが、こちらねくらえ。ザワンの新しいコンパウンドが出来上がりました。やった。でこれは、メサイアではカバーできなかった最終研磨のね部分、中間研磨以降最終仕上げまでできる、これがですね、もう出てるかな、多分この動画が上がる頃には発売されてると思いますので、よろしければチェックしてみてください。よろしくお願いします。で次にですね、そのコンパウンドとバフのね組み合わせ、これについてね、お話ししていこうかなと思うんですが、コンパウンドもねいろんな種類があるっていうふうな話をしました。でバフにも種類がね何種類もありますよね。なんでそこからこう組み合わせを考えていくと、ものすごい数のね組み合わせが何通りもの組み合わせが存在します。なのでちょっとねどういう風に使ったらいいのかなっていう方もいらっしゃると思うので、僕なりのものすごく簡単な覚え方というか、基本的に粗いコンパウンドありますよね。研磨力の強いコンパウンドは研磨力のあるバフ、具体的に言うとウールバフですよね。ショートロングにかかわらずウールバフと組み合わせる。で研磨力は控えめで仕上げ寄りのコンパウンドありますね。このコンパウンドはウエダンバフと組み合わせると、要するに研磨力があるもの同士、研磨力がないもの同士で組み合わせるという風に、覚えておいてねいただければいいんじゃないかなと思います。例えばですけど、僕がロングルバフに仕上げ用のコンパウンド、グロスアップのコンパウンドを組み合わせて磨くってことはまずないですし、ウレタンバフにめちゃくちゃ目の粗い細めのコンパウンドを組み合わせて磨くってこともまずないので、強いコンパウンドには強いバフ、弱めのコンパウンドには弱めのバフっていう風に覚えておけばいいんじゃないかなとね思います。よろしく頼む。で、前回バフのお話をした時にどのバフを使うか迷ったら、とりあえずはねウレタンを使いましょうという話をしました。でウレタンで行ってみてダメならウール行きましょうという話をしたんですけど、これはですねコンパウンドにも言えることで、どのねコンパウンドから入ったらいいか、特にね粗いコンパウンドで使うのは怖いっていう風な場合は、とりあえず優しめの研磨力が低いコンパウンドで磨かれてみたらねいいと思います。くらえ。コンパウンドってたとえこう仕上げ寄りのものであっても、多分初めての方からしたらびっくりするぐらい傷とかも消せるんですね。こんなはずでは。なので今まで洗車とかしかしてない方からにしたらものすごくこう変化違いっていうのが出ると思うので、まずは一旦優しい仕上げ用のコンパウンドで
なのでウレタンバフですよね。ウレタンバフに仕上げ用のコンパウンドを組み合わせて磨いてみて、それでもダメなら、コンパウンドもバフも粗くするという風な、感じでね、進めていっていただければいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はコンパウンドについてのお話をさせていただきました。ポイントはね、2つですね。コンパウンドは研磨剤の粒子が大きいほど研磨力がある、小さいほど研磨力は低いということ。それと2つ目は、粗いコンパウンドには粗いバフ、細かいコンパウンドには細かいバフを組み合わせるということですね。この2つを押さえておいていただければ、とりあえずはね、ざっくりとした理解としては十分じゃないかなと思います。よろしくお願いします。今回の動画でコンパウンドの説明をしたので、ポリッシャー、バフ、コンパウンドということで、一応ですね、磨きに使う道具はカバーできたので、本編のね、お話は今日の動画で終わりなんですが、次回はですね、番外編ということで、手磨きについてね、お話をしていきたいと思います。やるじゃないか。その磨きといってもですね、ハードルがね、高いと思っている方、いろいろいらっしゃるでしょうし、いきなりね、その道具もそういうのもどうかなって思われている方もおられると思います。そういった方に向けた、磨きへの入り口ではないですけど、っていう風な意味も込めて、次回は番外編として手磨きについてのね、お話をしていきたいと思いますので、ぜひですね、次回の動画もチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。というわけで、今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録、まだの方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram と各 SNS もやっております。ご質問や問い合わせ等はSNS の方から全部受付しておりますので、ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。OK。3本目かな。研磨剤ですね。日本語にすると研磨剤、研磨力ですね。切削力粒が細い、違う、ウルトラフィーナのね、グラスウルトラフィーナのグロスアップとかもね、グラスどのバフを使うか、それのNA って